竹内さんにご用意しているのが48になるんですが、私たちの手元でしか今ないものが、もみじと夏みかんの2種類がご用意がございますので、ちょっと4種類食べ比べていただいてご検討いただこうと思います。こちら側から、もみじ、桜、夏みかん、からし山椒の順番になってますので、この字型で召し上がってみていただければと思います。召し上がっていただいたもみじが桜とほとんど同じ時期に咲くんですけど、ちょっと桜よりもあっさりしてるというか、一番上品で癖のない蜂蜜がもみじになってます。で、桜はバラ科の植物なので華やかな香りが結構しっかりしてしまうので、中にはちょっとお花臭いっていう方もいらっしゃる癖ではないんですけど、華やかな香りが好きな方は桜の方をおすすめしてます。はい。で、夏みかんがこれだけ鴨川市の大山千枚田の方まで蜂に集中してもらって取ってる蜂蜜なんですが、ちょっと他のものよりも甘酸っぱいフルーティーな感じの甘みなのが特徴の蜂蜜ですね。最後がからし山椒とこの地域の特産品の蜂蜜で、ちょっとピリッとした刺激と後味の苦みがグレープフルーツの皮のような苦みが出ているのが特徴の蜂蜜4種類でお題にご用意しております。なんですけど、ちょっと今年の4月が雨が多くてですね、ちょっと桜も開花時期短いのもあって当てられて落ちてしまったっていうのもあって、若干味はどちらかといえばそうですね、桜寄りではあるんですが、もみじが結構混ざっている桜です。今季の桜は。はい。来年の4月あたりに取れる桜はもしかしたらもうちょっと癖が強くなる可能性あります。
で蜂をダメにしてしまう死んじゃったなんて方もいらっしゃるので、来年度の蜂蜜を取るための蜂を売ってほしいっていう方とかのために結構元気な蜂ご用意して販売もさせてもらってます。それこそ養蜂家になりたい人のための養蜂スクールとかを開催しているのもあって、生徒さんへの販売とかですね、やらせてもらっています。今農家さんたちのポリネーション用、花粉媒介用、いちご農家さんとか梨農家さんとかに花粉を媒介するためのミツバチを販売するっていう形で販売とかもやってますね。2箱からスタートして今マックス140箱で